チーズもとろけて、皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、ミニトマトとベーコンとチーズ、この相性抜群の3つを使って、もうポンポンポンと適当に切ったら、お皿に並べてトースターで焼き上げるだけで、ガチで止まらないミニトマトのベーコンチーズ焼きの作り方を紹介させていただきます。ほんとこれがね、口に含むとじゅわっとトマトの甘酸っぱさが広がり、そこにね、チーズとベーコンの旨味が加わるので、無限に食べれちゃいます。そして今回覚えてほしいのが、トマトの切り方なんですが、このトマトの切り方を覚えておくと、マジでいろんな場面で大活躍するんで、ぜひね、動画で確認して作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。ミニトマト1パック、ハーフカットのベーコンも1パック。はい、ピザ用チーズ。これはね、お好きなだけ適当に用意してください。はい、塩コショウ少々。あとあれば、乾燥のバジル。これも適当に用意してください。材料は以上です。まずはこちらのミニトマト。ヘタをね、すべて取り除いて、きれいに水洗いしてください。はい、もうつまんだらポロッと取れちゃいます。はい、ミニトマトをきれいにね、水洗いしたら、半分に切り分けていくんですが、これ見てください。このね、種が表面に出た状態と、種が出てない状態とあるじゃないですか。今回はこの切り方を紹介しますんで、ぜひ覚えておいてください。これを覚えておくとね、めちゃくちゃ便利。トマトの和え物なんか作るときね、こんな感じで種が飛び出すと嫌だなっていうときに、種が飛び出さない切り方をね、していただくと、いろんな料理の場面で役立ちます。もちろんね、こういう状態で切っても全然 OK です。はい、こちらのミニトマトなんですが、まん丸な感じですがね、実はちょっと楕円形なんですよ。わかりにくいかな。こっちに細長いじゃないですか。この楕円形の長い方にヘタのとこを中心にして切ると種が飛び出した状態になります。ですが、このね、楕円形の直径の短い方、ヘタを中心に切り分けると、こちらのようにね、種と種の間の果肉を切ることができるので、種が飛び出さないで切れるのでね。1個切ってみますね。この短い方、これこっちが長いので、直径の短い方をヘタを中心にズバシュッと切る。ほら、この果肉のね、ところを切れるので、いい感じに種が飛び出さないように切れちゃいます。これほんと覚えておいてほしい。ほら、こんな感じね。それとは逆にね、この楕円形の長い方で切ると、はい、こんな感じで、種が剥き出しの状態で切れるので、今回は焼き上げたいので、種ができるだけね、飛び出ない方向で全て切っていきます。このトマトのね、短い方ね、直径の短い方に切ると壁を切れます。はい、こんな感じでトマト、できるだけね、種が飛び出ない方向で全て切り分けちゃってください。よっしょい。はい、お次はハーフカットのベーコン。これね、いろんなところに絡まった方が美味しくいただけるので、はい、適当に重ねていただいて、そうだね、半分ぐらいの長さにしようか。そして、できるだけ細かく細切りにしてください。はい、こんな感じ。これでね、この後トマトと一緒に耐熱皿に盛り付けるんですけど、細かくしておく方がね、全体に広がるので、どこ食べてもトマトとベーコンね、いい感じに一緒に食べれるっていう感じです。はい、OK。ベーコンはこれで完了。はい、そしたら適当にグラタン皿などの耐熱皿を用意してください。ここに切り分けたトマト、そしてベーコンをね、適当に広げながら入れていってください。はい、こんな感じでね、トマト、ベーコン、はい、積み重ねるように、全体的にね、広がるように、もう適当で OK よ。そして今回ね、できるだけ種をこう飛び出さないように切っとくことで、べちょべちょになりにくいのでね、さっきの切り方マジで覚えてやってみてください。はい、トマトとベーコン、もうもりもりでいっちゃおう。これでね、トマト、がっつり美味しくいただける。はい、こんな感じで、全体的にトマトとベーコンを広げながら耐熱皿に入れてください。はい、よっと。はい、そしたらここで軽く塩コショウします。ベーコンの塩気もあるのでね、軽くで大丈夫。はい、全体的にパラパラっと。はい、ブラックペッパー。
はい、そしてあればね、乾燥のバジルも振りかけてください。はい、パラ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 リンチョ。はい、あとはチーズね。こちらも表面全体的にいい感じに広がるように、もうチーズ好きな方はいっぱいのしといて、この辺の量はお好みで全然 OK です。はい、こんな感じ。これでね、準備完了。あとはこの状態でトースターを使って表面のチーズがとろけて香ばしくなるまで焼き上げるだけ。だいたい10分ぐらい。はいよー、トースターにセット。様子を見ながら表面が香ばしくなるまで焼いちゃってください。はいよー、こんな感じね。見て。めちゃくちゃ香ばしそうな感じ。チーズもとろけて、これぐらいいい感じに香ばしく焼けたら食べちゃいましょう。はいよー、完成しました。ミニトマトのチーズベーコン焼き。ほんとね、トマト切って、ベーコン切って、適当にね、お皿に入れてトースターで焼くだけなんで、マジで超簡単。これが手軽で美味しいんでね、ぜひ一回作ってみてください。それでは、キュームいただきます。うまい。やっぱトマトとベーコンとチーズなんてね、相性抜群なんで、びっくりするぐらいうまい。しかも超簡単。ほんとね、トマトはじわーっと美味しさが広がり、そこにベーコンとチーズの旨味と塩っ気が絡んで、なんぼでもいける。いや、マジで切って器に入れて焼くだけですから、超簡単。いや、このトマトのジューシーさがえぐいわ。これなんぼでもトマトいけんな。無限に食える。味付けはシンプルに塩コショウ。それだけで余裕でうまい。そして今回覚えて欲しかったのが、ミニトマトの切り方です。ほんと丸っこくて可愛いミニトマトですが、実はね、ちょっと楕円形になってますので、ヘタを中心に直径の短い方で切っていただくと、種が飛び出ないように切れますし、その逆で直径が長い方にね、切っていただくと、種を見せて切ることができるんで、このミニトマトを使った料理作る時のね、場面に応じて使い分けてください。これほんと覚えておくとむちゃくちゃ便利です。ミニトマトを切って和えたり調味料に漬け込んだりする場合は種を飛び出さないように切ったら水っぽくならずにね、べちゃべちゃにならずいい感じにできますし、サラダとかトッピングに使いたい時はね、種が見えてる方が綺麗なんで種を見せて切る方がいいですし、ほんといろいろ使えますんでマジ覚えておいて。これ完全に飲めるやつやん。はい、ということで今日もいっちゃいましょう。乾杯。うまっ。もう焼酎何でも合うわ。いやほんとこれね、トースターでじっくり焼いてください。表面のチーズがとろけてね、ちょっとカリッと香ばしくなるまで焼くのがポイント。そうするとトマトも温まってジューシーですし、噛みしめるたびにね、じわっとトマトの美味しさがあふれ、そこにチーズとベーコンの旨味が加わりガチでやばい。いやマジでうまいわ。止まらん。いやこれからどんどんね、夏になってくるとトマトの美味しい時期ですし、ミニトマトね、200円前後で買えますし、ワンパック使えば結構なボリュームできるんで、十分一品になる。そこにチーズやベーコンの旨味を効かせてるんで、おつまみとしても最高。うまっ。いやマジで無限に食べれるわ、ミニトマト。甘酸っぱさと旨味のコラボレーションがマジでやばい。うますぎ。